まずは膝曲げたまま足を持ち上げて足パカしていきましょう。限界まで広げて内ももを使って閉じる。限界まで広げる。しっかり閉じ切る。これ繰り返していきましょう。ゆっくりでいいので普段動かさない範囲までしっかり開いて閉じ切る。余裕があればお尻をちょっと床から浮かせておくとお腹にも効いてきます。ゆっくりでいいのでしっかり開き切って閉じ切る。呼吸は止めないようにして内ももしっかり意識しましょう。ラスト1回いきます。しっかり閉じる。よし OK。 そしたら次この右足を大きく外回ししてきます。反時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。普段動かさない範囲で動かすことが目的です。ゆっくり大きくでいいですよ。で、ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。呼吸は止めないようにして、もしきつかったらね、再生速度調整したりとか、途中でサボっても OK です。よし OK。左足いきます。大きく外回ししましょう。こっちは時計回りです。ゆっくり大きく回しましょう。こちらも痛みがあれば痛みがない範囲で OK です。痛みない方はね、なるべく大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。この反対の足はね、こうやって立てておいてもいいし、伸ばしておいてもどっちでもいいです。ゆっくり大きく回しましょう。最初にやった柔軟性チェック、本当にね、1回で変化出ますので、楽しみにしておいてください。OK。そしたら次は、左足を右にこんな感じでねじります。で、こうやってねじった状態で、大きく左足回します。反時計回りですね。大きく回す。外から内に向かって回す。これも腰、股関節、ゴリゴリなるけど、痛みない方は大きく回して OK。痛みある方は、ゆっくり小さく回しましょう。で、ぎっくり腰持ちの人とかは、もしかしたら怖さあるかもしれないので、痛みなくても怖さがあったら、ゆっくり小さくで OK です。もちろん途中でサボっても再生速度調整しても OK です。よし OK。次逆側行きましょう。右足を左こっちに持ってきて大きく回します。こっちは時計回りのイメージですね。これも痛みある方はゆっくりね、小さく痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はなるべく大きく回す。この膝がね、床につくぐらいのイメージで大きく回しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。で、最初に行った柔軟性チェックは枕なしの方がいいんですが、このストレッチ中はね、こうやって枕やクッション頭に入れておくと、首への負担が減るのでおすすめです。よし OK。 そしたら次はこうやって入れたまま、左手万歳して上半身ちょっと右に倒します。左の脇腹、脇の下伸びれば OK です。伸びますか？この指先を誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇の下、脇腹伸びれば OK です。伸びてますか？で、肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。で、どの方向が正解ってわけでもないので、ちょっとこうやってね、斜め前倒したりとか、真上に向かって手を伸ばしたりとか、いろんな方向で脇の下、脇腹、ここ伸びるなーって位置探しましょう。OK。そしたら次は、右手万歳して、ちょっと上半身左に倒します。で、指先遠くに向かってぐーっと伸ばすと、脇の下、脇腹伸びてくると思います。上半身をね、ちょっとこんな感じで倒して伸ばすと伸びてきます。脇の下、脇腹が、ちょっとごめんなさい、狭くてやりづらいんですが、こんな感じです。伸びますか？脇の下、脇腹。上半身をね、ちょっとこうやって左に倒してくださいね。伸びてくるはずです。目的は脇の下、脇腹伸ばすことです。で、この次の種目から右向きに横向きになるので、スマホを持って右向きになりましょう。そしたらこのスマホ床に置いておきましょう。で、膝だいたい90度ぐらいに曲げたら、膝同士離す。このお尻の横を使って膝同士離すイメージ。きつい。
このお尻の横を使う感覚ありますか？頑張って。きつい。しっかりお尻の横意識して。スピードは重要じゃないです。こうやって空いてる手でお尻の横触って、このお尻の横がね、硬くなってる、動いてるなって感じあれば OK。NG パターンはこうやって上半身が後ろに倒れちゃうと NG です。よっしゃ。OK。そしたら次は、左手を後頭部に当てて、この肘を床に向かってグッとつける。で、ゆっくり胸を開く。肘を床に向かってつける。胸を開いて、逆に背中を丸める。その繰り返しです。普段動かさない範囲で動かすイメージです。ゆっくりでいいです。なるべく胸を張る。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。ゆっくりでいいです。これもスピード勝負じゃないです。きつかったら途中でサボってもいいですからね。よっしゃ。オッケー。そしたら次、この下の右足をちょっと前に出しておいて、左足真上に上げましょう。このお尻の横、硬くなってる、使ってる感覚あれば OK です。しっかり高く上げる。で、外もも前もも多少使ってもいいです。ただメインはこのお尻の横から脇腹にかけてですね、使ってれば OK。呼吸は止めないようにしましょう。きつい。頑張って頑張って。きつい。で、再生速度ね、途中調整してって言ってるんですけど、再生速度の変え方、わからない方、概要欄にやり方貼っておきますので、ぜひ見てください。よし、OK。そしたら次、膝、こんな感じで曲げたまま、左手、大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し。これ、イメージは指先を誰かに引っ張られてるイメージです。なるべく大きく後ろ回しましょう。で、僕みたいにこうやって狭くてね、手が当たっちゃうよって方は、手を肩に添えて、こうやって大きく外回しでもいいです。肘をなるべく大きく回すイメージ。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで大きく回す。で、これもゴリゴリなって痛みがある方は痛みない範囲で OK です。よし、OK。そしたら次は右足前に出して左足伸ばしたら左のつま先しっかり真上向ける。しっかり真上向ける。難しいこれ。お尻の横。ここ使ってしっかり真上向けて。呼吸は止めないようにして。お尻の横動いてる感覚ありますか？きつい。頑張って。きつい。ゆっくりでいいのでしっかりつま先真上向けましょう。スピード勝負じゃないですよ。で、どうしてもきつかったらね、各種目の最後の10秒サボったりするとだいぶ楽になるのでおすすめです。このサボるのね、進めるトレーナーってどうなんだって話もあるんですが、まあズボラに行きましょう。OK。そしたら、膝曲げたまま左手万歳して、内、外にこうやってくるくるっとねじります。指先をね、誰かに上から引っ張られてるイメージでやるとより効果的です。しっかり内、外ねじっていきましょう。きつい。呼吸は止めないようにして、もし肩ね、痛みがある方、痛みない範囲で OK です。こうやって首がこんな風にすくんじゃうとね、肩凝っちゃうんで、この首はすくまないようにしてくださいね。こんな風にならないようにしてください。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、左足、こんな感じで前に出して、下の右足を上げる。内もも使って右足上げます。こうやって内もも触って硬くなってる感じあれば OK です。特にね、この付け根の脂肪気になる方多いと思うので、しっかり意識して行いましょう。きつい。頑張って頑張って。きついな。しっかり内もも使う感じありますか？で、もしこの体勢きつかったら、この左足、後ろについてこれでもいいです。目的は内もも使うことです。で、この次の種目から逆向きになるので、スマホ持って寝返り打ちましょう。逆向きになります。よし。じゃあ次は、スマホ床に置いておきましょう。膝90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。このお尻の横使うイメージありますか？しっかり。ゆっくりでいいですよ。でですね、ちょっとね、さっきショックなことがあって、実はこれ撮影2回目なんですよ。僕さっきね、これ最後まで完走して、よっしゃ撮影終わったと思ったら、カメラ回ってなかったっていうね。
これよくやるんですけど、ちょっとね、最近やってなかったので久々にやらかしました。オッケー。次は、右手を後頭部に当てて、肘を床にタッチするイメージ。ゆっくり胸を張る。ここ伸ばす。肘を床にタッチ。ゆっくり胸開く。なるべく肘を後ろに持っていくイメージ。ぐっと胸開く。ゆっくりですよ。しっかり丸めて、ゆっくり胸開く。きつい。呼吸は止めないで。で、これ肩腰痛みある方、痛みない範囲で行いましょう。これもね、足がこうやって後ろに行っちゃうと NG です。足は固定したまま、肘だけ開くイメージ。OK。そしたら次は、左足、こうやって前に出して、この右足、真上上げましょう。上げる。このお尻の横を使いましょう。外もも前もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。きつい。頑張って頑張って。そしてまた細かい話なんですけど、やっぱり最近ね、エアコン弱めにつけて撮影したんですけど、やっぱりこのエアコンの音がね、どうしてもマイクに入っちゃってるのが気になるので、今日からエアコン止めて撮影してますが、めちゃめちゃ暑い。皆さんはエアコンつけて実践してくださいね。よし、OK。